俺の名前は篠田優。今年大学を卒業して入社した会社は、とんでもないブラック企業だった。労基違反は当たり前。噂によると、社長や役員は会社を私物化して社員たちの給料をピンハネしているらしい。そんなとんでもない環境なので、社員は全員ストレスフル。どちらかというと、おとなしいタイプの俺は、そんな連中の格好の的だ。ストレス解消のために、周りから散々な扱いを受けている。業務の妨害、近くを通るだけで暴言やひそひそ声は当たり前。連日仕事を押し付けられ残業三昧。もちろん残業代なんか出ない。しかし、俺はこういう扱いには慣れている。傷つかないわけではないが、困ったようにあははと笑い受け流すことができるのだ。その理由は学生時代にある。特に何かしたわけではないのだが、おとなしく周りの顔色を伺う性格に加え、他人に頼まれたら断れない性格のせいで、周りから見下され、馬鹿にされ続けていたのだ。まさか大人になってもこういうことがあるなんて、と少し呆れてしまう。噂によると、この会社にはスケープゴート的な人物が必ず一人いるらしい。俺の前にスケープゴートになっていたのは若い女性で、過酷な環境に耐えられず辞めてしまったそうだ。そして俺のこの性格がさらに周りをヒートアップさせているらしい。そんなこと言われても今さらこの性格は変えられないのだが、転職も考えていたその年の年末、珍しく会社の飲み会、社全体で行う大規模な忘年会に呼ばれた。いやー、今までこういう集まりに呼ばなくてすまんな。君って存在感が薄くてね。よく言われます。でも楽しみにしてますね。津村部長は悪いと思っていない様子でヘラヘラ笑いながらこう言った。楽しみにしていると言ったのは社交辞令ではない。仲間外れの人生だったので、大人数での飲み会というのはほぼ初体験なのだ。普段はあまり仲の良くない人たちが相手だけど、そういう場に行けること自体が楽しみで、当日をワクワクしながら待っていた。だが、篠田くん、悪いけどさ、これ頼まれてくれるかな？あ、はい、わかりました。その日はやたらと周りから仕事を押し付けられ、一つ片付いたかと思えば、また次の頼まれ事、といった具合で、気がつけば就業時間間近になっていた。自分の仕事には、あまり手をつけられなかったけれど、急ぎではない。後日片付けることにして、忘年会に行こう。そう思い、席を立ちかけた瞬間。ああ、そうだ。篠田くん、今から外回り行ってきてよ。え、緑橋商事は知ってるだろう。大手企業だ。そこに今から営業行ってきて。契約取ってくるまで帰ってくるなよ。部長からとてつもない無理難題を押し付けられたのだ。無理ですよ。それに今からって、もう就業時間なのに。はあ？俺の言うこと聞けないの？営業部で一番偉いんだけど、俺。わかりました。ギロリと睨まれ、仕方なく営業へ向かう。クスクスと笑い声が聞こえてきて、最初からそのつもりだったんだな。と、バカな俺はようやく理解した。わかりましたとは言ったけれど、契約を取るなんて不可能なので、俺は営業に行くふりをして、そのまま帰宅していた。あんなことされちゃ、忘年会は諦めるしかないよな。楽しみにしてたけど。はぁ、と、俺の大きなため息が、冬の帰路に沈んでいく。このまま家に帰るのは、なんだか嫌だったので、前から気になっていたラーメン屋に行くことにした。少しだけ気分が上がり、ラーメン屋に向かう曲がり角を曲がると、電柱のそばでうずくまり、泣いている女の子がいた。どうしたんだい？どこか怪我でもしたのだろうか。迷子。
というような年齢でもない。女の子は小学校高学年くらいで、俺が声をかけるとピクリと体を震わせた。あ、ごめんね。怪しいものじゃないんだ。そこのラーメン屋に向かう途中で。大丈夫です。すみません。ずずっと鼻をすする女の子。寒さで顔が真っ赤に染まっている。大丈夫だと言ったけれど、泣き止む様子はなかった。あのさ、よければなんだけど、ラーメン一緒に食べない？ほら、君寒そうだしさ、今から行くラーメン屋、すっごい評判がいいんだよ。温かいラーメンを食べたら、きっと涙も止まるかなって。俺は何を言っているんだと途中で我に返り、語尾が小さくなっていく。女の子は最初、とても驚いた様子だったけれど、俺の提案ににこりと笑った。私お金持ってないですよ。お兄さんのおごりでいいですか？それはもちろん。じゃあごちそうになります。お行儀よく頭を下げる女の子。道すがら、花と名乗ってくれた。花ちゃんは、どうして泣いてたの？自分の無力さに悔しくて泣いてたんですよ。花ちゃんはすごいね。何がすごいんです？まるで大人みたいな理由で泣いているのがさ、俺なんて毎日ただ辛くて自分がかわいそうだって泣いてるよ。いい年した大人なのにね。周りからバカにされるのは慣れているけれど、決して平気なわけではない。我慢できず、涙がこぼれてしまう時もあるし、会社に行くのが嫌で嫌で眠れない日もある。ユウさんは優しいじゃないですか。その名前の通り、あなたは優しくていい人ですよ。そうかな。見知らぬ私に、こうしてラーメンをおごってくれるじゃないですか。お互い名前を知って自己紹介したら、もう見知らぬ人じゃないよ。さあ、食べよう。二人で食べたラーメンは、とても美味しかった。人と食べる食事が、こんなにも楽しく美味しいものだったなんて、と感動する。花ちゃんとは、店の前で別れた。一人で大丈夫？私、来年中学生ですよ。そうだったんだ。じゃあ、立派な女性だね。気をつけて帰ってね。不思議な出会いだったけれど、心がほっと温まった出来事だった。この思い出を胸に、また頑張ろう。そう思っていたのだが、新年を迎えて、その年初めての出社日。お前クビな？俺は社長から、直々にクビを言い渡された。津村部長から聞いたぞ。お前、契約取ってこなかっただろう。社長の横で部長がニヤニヤと嫌な笑みを浮かべている。あんなの絶対無理ですよ。言い訳は結構。しかもお前、そのまま帰ったんだろ？社会人失格だな。それは、社会人失格のお前はクビだ。この退職届にサインしろ。社長の言葉と同時に、脇に控えていた秘書の佐藤さんが、さっと退職届を差し出す。ほら、早く書けよ。そうだそうだ。さっさと書いてやめちまえ。いつの間に集まったのだろう。営業部の社員たちが、俺を取り囲み、口々に罵ってくる。俺はここまで嫌われていたのか。ブルブル震える手で、退職届にサインをした。よし。では今日付で退職な。はい。蚊の鳴くような声で返事をした俺に、佐藤さんが別の書類を差し出してきた。こちらにもサインをお願いします。おい、それは何の書類だ？社長がいぶかしげに秘書に聞く。すると佐藤さんは、今までの無表情を崩し去り、にやりと笑ってこう言った。何って、新しい契約書ですよ。これは緑橋商事の入社誓約書です。お迎えに上がりました。篠田優さん。花お嬢様の使いのものです。
と言えば信じてくれますか？花お嬢様って、あの花ちゃんですか？驚きの声を上げた俺に、佐藤さんは大きくうなずいた。お前、一体何者なんだ？お前は俺の秘書だろう。ええ、半年ほど前からあなたの秘書ですが、本当は緑橋商事から派遣されたものです。正確には、緑橋商事会長のお孫さん、花お嬢様の専属秘書なのですが。あの、緑橋商事の、それに、花ちゃんが会長の孫って、わけがわからず混乱してしまう。そんな俺を見かねたのか、佐藤さんは少し困ったように笑いながら、事情を説明してくれた。俺の前にこの会社でスケープゴートになっていた女性。名前は村野ゆりさん。村野さんは花ちゃんのお隣さんで、花ちゃんが生まれた時からの知り合いだ。年齢は離れていたけれど、面倒見のいいお姉さんで、花ちゃんにとって本当の姉のような存在らしい。年齢や立場を超えて仲のいい二人だったが、村野さんの就職を境にぱったりと会えなくなってしまった。きっとお仕事が忙しいのね。私のおじい様も毎日仕事で忙しそうだし。花ちゃんはそう言って強がっていた。そしてある日、久々にお姉さんの姿を見かける。花ちゃんは喜び駆け寄っていったが、ゆりお姉ちゃ無表情のまま花ちゃんの呼びかけに全く反応しない。一緒にいた母親は涙を流しながらこう説明した。前にいた会社でひどい扱いを受けて、精神的な病気になって抜け殻みたいになっちゃったの。確固たる証拠はなく、訴えるのは難しいと母親は悔しそうに言っていたらしい。花ちゃんは大切なお姉さんをこんな風にした会社が憎くてたまらなくて、やがて復讐を決意する。スパイを送り込み、会社を内部から潰そうとしたのだ。そして送り込まれたのが私です。ですが、この会社、不正だらけで内部から潰す必要もなかったんですよ。証拠さえ揃えば、正攻法で潰せますね。証拠だと？そうですよ、社長。あなたがやってた横領やらパワハラやらセクハラやら、会社の私的運用やらの証拠です。これだけやって、よく今までバレなかったですね。待て。まさか本気でこの会社を潰すつもりじゃないだろうな。社長が若干青ざめた顔で、笑いながら佐藤さんに尋ねる。しかし佐藤さんは、氷より冷たい目でこう言い放った。花お嬢様は、必ずこの会社を潰すと決めています。あなたも、社員も、この会社に関わる者は徹底的に潰すつもりです。篠田さんを除いて。俺？若干話に置いてきぼりになっていた状態で、突然名指しされて驚いてしまう。最初はあなたもターゲットでした。でも、あの日ラーメンをおごってもらったことがきっかけで、花お嬢様はあなたのことをきちんと調べ直したんです。私、証拠集めに必死で、あなたのことをよく知らなかったのですが、ゆりさんの代わりに次のターゲットになってたんですね。すぐ助けられず、すみませんでした。いえ、別に、そんな。この入社誓約書は、花お嬢様からの救済の手です。その手を取るかどうかは、あなたに任せます。佐藤さんから、改めて入社誓約書を受け取り、俺は、迷うことなくサインした。篠田、お前、裏切るのか？裏切るも何も、俺はもうすでにこの会社の社員じゃないので、では、社長、今までお世話になりました。私も、これでおいとまします。もう証拠は十分集まりましたしね。では、皆さん、ごきげんよう。俺たちは振り向くことなく会社を後にした。その後、
花ちゃんは容赦なく鉄槌を下す。横領や労基違反、その他いくつかの犯罪が摘発された会社は全国ニュースで大きく取り上げられた。会社の悪評は日本中に知れ渡り、やがて倒産。噂によると、社長は路上生活者寸前まで陥ってしまったらしい。元社員たちは広まった悪評のせいで転職もままならないそうだ。部長、まだ家のローンがたくさん残ってたらしいけれど、どうしてるのだろう。花ちゃんと再会した俺は彼女に頼み、ゆりさんに会わせてもらった。話に聞いた通り、ゆりさんは抜け殻のような状態になっていて、あの会社のせいでと怒りがこみ上げてきた。その怒りを抑えてゆりさんの手をそっと握る。ゆうさん？花ちゃん、君も握ってあげて。はい。そっと握りしめた手からゆりさんの温かい体温が伝わってくる。多分ゆりさんは辛い記憶が溢れている最中なんだよ。その記憶から自分の心を守るためにこうして抜け殻のようになっているけれど、心がなくなったわけじゃない。君はこのお姉さんのそばにいて、お姉さんの手を優しく握って支えてあげて。うん。花ちゃんの目から一筋涙がこぼれる。そしてそれに呼応するようにゆりさんの目からも涙が一筋こぼれた。世の中は決して甘くなく、時に牙をむいて襲いかかってくる。ゆりさんみたいに傷つく人間は後を絶たないだろう。だけどそばで手を握ってくれる存在がいれば、どんなに辛いことでもきっと乗り越えられる。